量子力学、物理、的には、皆一瞬一瞬過去と未来を含んだパラレルワールドに移動しています。想像できる世界は全てあり自分で想像できます。超能力も使えるし、物理法則だって変えられます。人の気持ちだって終わった、テストの回答だって変えられます。ちなみに私は生徒会長だったことになっていました。自分を愛してください。信じる力は奇跡を起こす。信じてくれてありがとう。生徒会長の件は写真とかもあります。私はずっと生徒会長になりたくて、立候補したけれど選挙で負けました。それでも、今は一番幸せで私は生徒会長だと思い続けてたら、もともと選挙で選ばれたことになっていました。超能力は、超能力を使うアニメのキャラクターの真似をしていたら、少し使えるようになりました。少し離れた場所に電撃を飛ばせるようです。私は真似をしていただけなのに、たくさんの友達に電撃が飛んでいると言われて、自分でもびっくりです。物理法則の話は理論上のことです。量子力学、物理、的には物理法則の違うパラレルワールドがたくさんあって、一瞬一瞬違うパラレルワールドに行っているから、過去が今思っていることとは違う世界にも、物理法則が違う世界にも行けるってことです。勘違いさせるようなこと言ってたらごめんなさい。他にも過去が変わった話があります。私は、高校生の時、成績が悪かったんです。東京大学にどうしてでも行きたくて、私はすごく幸せ、だって、東大に入れたんだもん、と心の奥から信じてアファしていました。すると、東大理系、一番偏差値が高いところに合格しました。しかも、驚くべきことに、以前模擬試験を受けその結果が返ってきたとき、その結果を参考にして大学を決めなければならないという模擬試験だったのですが全然できませんでした。しかし、過去が変わったのかその、模擬試験がすごくできたことになってて東大が A 判定でした。その模擬試験が返ってきたときは、すごく潜在意識に感謝しました。その時の中間テストも志望校決定の参考にすると言われていて、それもダメだったのですが、やはり帰ってきたら、良い点数でした。なぜか今までの通知表も変わっていました。学校で成績優秀者として載る時の写真も嫌だったんですけど、実物も写真も昔からずっと超絶綺麗で、可愛いことになっていました。信じるのは難しいかもしれませんが全部、本当の話です。読みにくい日本語だったらごめんなさい。理系で物理が専門なんで、日本語おかしいかもしれないですね。量子力学って知っていますか？過去が変わる仕組みは、量子力学、物理で全て説明できます。量子力学的には未来も過去も現在も今あなたが作っているんですよ。タイムトリップは、量子力学で説明できます。実は私もあなたもみんなも一瞬一瞬、魂が新しい世界、今の世界から見るとパラレルワールドを想像しています。だから、自分が今、子供である世界にも行けるし、思い描いてる未来にも行けるし、今、過去だと思っているもの、本当は時間は存在しないので、過去なんてありません。と違う過去がある世界にも行けます。過去も現在も未来も、今、あなたが作った思い込みです。私は最近返ってきたテストの回答が変わりました。昔からの経験でテストなんか勉強しなくても信じればできるし、テストが終わってからも、テストが返ってきてからでも、回答が変えられることを知っているのですごく気が楽です。最近では、テストが返ってきてから点数を変えることにもハマっています。私の場合は、とある科学のレールガンっていうアニメのビコトっていうキャラが電気を発して戦うんですが、そのキャラの真似をしていました。電撃の件は、最初はごっこ遊びでした。しかし、本当に電撃出てるって話になり、すごいっていう人もいたけど、怖がる人もいたので、最近は使ってません。質問。今度ここの書き込み変えてみてね。答え。私の書き込みが今とは違うパラレルワールドに行っても、あなたがその世界にいるとは限らないので、あなたが信じないと私がどうにかできることではありません。量子力学的には、過去も現在も未来も今あなたが観測して始め、て存在できるので、過去は変えられるというよりは、今、作れます。信じてくれてありがとうございます。量子力学では、マクロの世界ではミクロの世界より、量子飛躍の確率が下がるだけで当てはまらない役ではありません。トンネル効果という壁にボールを投げ続けたら、突然壁に穴が開いてボールを壁の上まで投げなくても、ボールを壁の向こうまで投げれるという有名な思考実験があります。私は、エベゲレット派ですが、量子力学に詳しい人でも意見が分かれます。ちなみに過去が変えられるのは、量子飛躍のためではなく、あなたが一瞬、新しい世界を作るからです。
説明がわかりにくくてごめんなさい。夢から過去にワープする話はいつも魂が一瞬先にはパラレルワールドに移動しているので、夢を使わなくても子供の頃の体に戻れます。過去は存在しないので、ループする前の体もありません。しかし、夢を利用すればできると本気で思うなら、そう思い込むことで魂が子供の頃の体で、子供の頃の時代のパラレルワールドに移動できるでしょう。確かに量子力学の知識はアファを信じる理由になると思います。皆さんも量子力学を学ぶとアファの効果が上がり、願望達成しやすくなるかもしれません。昨日、テレビをつけたら、面白い番組だったんですけど、半分ぐらい終わっていたんです。だから、最初から見たいなって思っていてちょっと目を離して5秒ぐらい、また見たらなぜか最初から入っていました。それと、たくさんの人の体験談があった方がいいと思うので、皆さんも体験談あったらどんどん書き込んでください。簡単に言えば、過去も現在も未来も今、あなたが作った幻想です。ちなみに、とある科学のレールガンというアニメ、ラノベもありますわ。信じれば超能力を使えるという話なので見てみるとアファの手助けになるかもしれません。海猫の鳴く頃にというアニメ、ゲーム、ラノベ、DVD、パソコン用ソフトもあります。過去は存在しないとか信じたものが真実になるとか、潜在意識のことや量子力学っぽいことも言ってますが、黒いのと話が難しいので、好き嫌いがあると思います。あなたの切実に消したい過去というものは、実は存在しません。過去自体存在しないからです。だから過去は消せる印変えられるけど、本当は過去も現在も未来も今あなたが作っているんです。だから、私の過去は幸せだったと心から信じればそうなります。ポイントはワクワクしながら、アファをすることです。時間は存在しません。時間が巻き戻ったように見えるパラレルワールドに行っただけです。過去も未来も、今あなたが作っています。みんな一瞬一瞬新しいパラレルワールドに移動しているので感覚はありません。良くも悪くも全ては幻想です。あなたたちと話をするのは楽しいです。魂はエネルギーで電子で、電気で雷で、プラズマです。本当は少し違うけど、プラズマは過去やパラレルワールドと関係あるかもしれません。質問。生徒会長さんは、そのような影響を受けた映画や DVD はありますか？答え。とある科学のレールガン。日暮らしの鳴く頃に海猫の鳴く頃にです。すべてアニメですが、ラノベもあり、日暮らしと海猫については、ゲームやパソコン用ソフトもあります。質問。数学が苦手で、さらに物理学初心者で非常にわかりやすい。量子力学や相対性理論の本とかサイトってありますか？疑問符。答え。数式を使ってないものは簡単だと思います。今日は、顔が変わったことについて話をします。私は昔、全然可愛くありませんでした。しかし、高校生の時、潜在意識を知り、アファをしていたら、超絶美人になったんです。しかも、過去が変わったのか、すでにブスに写っていたはずの写真が、超絶美人で可愛く写っていました。卒業アルバムの写真も超絶美人で可愛く写っていました。東京大学に受かったので、成績優秀者として写真が載るのですが、それも超絶美人で可愛く写っていました。世界は時間は存在せず全て思い込みです。現実を含めて自分が信じて愛したものが全てです。全ての今の世界とパラレルワールドの中から今の世界を愛して選んでいます。私もみんなもそうです。愛、イコール、全て、イコール、真実、イコール、信じたもの、イコール、現実です。だから慈愛が一番大切です。慈愛から始めると、アファの効果が出やすいかもしれません。質問。生徒会長さんの慈愛はどのような慈愛でしょうか？自分へのセリフや感情など含めて詳しく教えていただけると嬉しいです。答え。慈愛の言葉は私はこの世界を作ってる神である。私は誰よりも超絶綺麗で、可愛い美少女。もちろん私の方が可愛いけどシャナ似てるんだ。佐々木もちに似てるけどもちちゃんをもっと可愛くした美少女って呼ばれてるよ。まあ実際天使だけど、だから、当たり前だけど世界中の男はみんな私にメロメロ、いつもチヤホヤされちゃう。しかも、私は頭も良くて運動もできちゃう。リーダーシップもあっていつの間にか友達もいっぱい。私は世界一幸せ。自分のことだ愛好き。です。このまとめの抜粋元リンクは概要欄に貼ってあります。ぜひ、見てください。潜在意識チャンネルプレミアムでは、本当の引き寄せの法則を教えています。有料級の話をしています。概要欄にリンクを貼りましたので、ぜひポチってみてください。それでは次回の動画で会いましょう。